こんにちは。こんにちは。はい、じゃあエミリです。藤沢瀬奈です。天野エマです。こんにちは。こんにちは。こんばんは。元気なお二人に今日は出ていただきます。いつもみたいな感じでやっていけたらいいなと思います。イエーイ。交換を入れてくれた。二人はもうすごい売れっ子なんですけど、売れっ子ならではの悩みもあると思うので、ちょっと一緒に相談しながら話していきたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆるい。ぽよちゃんです。せなぽよでぽよちゃんです。何歳ですか？21歳になりました。で、なんかもともとはあんまり仕事に対して言っちゃっていいのかな、熱心じゃなかった。そう熱心じゃなかったんですよ。キャバクラの基本って出勤だよって話をしたら、本当にそこからまさか週7出るとは思わなかった実際その毎日出るってすごい大変なのやっぱり自分で分かってるから、それをできたっていうのはもう本当に素晴らしいなって。前のお店の時も週3行ったらいい方でした。聞きました週3キャバ嬢、週3キャバ嬢、ひどい時週2、週2、週3ってもう3日連続凍結とかやってました。休むならまだしも凍結ってひどい話ですよ。急に休んじゃった。キャバクラって結構こういうことができちゃって、その毎日出る環境じゃないからこそ多分すごい大変で、週7出勤はもともと超できてた子じゃないですめっちゃ最近出勤してるじゃないですか。どうやって体調管理してました？私ちなみにすごい飲むんですよ。こういう時どう直したのかなみたいな。ちょっとジム行くとかストレッチとかそういうできる範囲でやっぱりこの生活って体を動かさない生活になっちゃうから運動してたかも。体力をつけるみたいな。何時間ぐらい行ってました？1時間。1日1時間。1日も行ってないかな。2日とか3日に行って。よく行けましたね。そう、でもそれやると元気になって、そこからそうエミリーさん、サウナも誘ってくるんですよ。サウナ行こうって言ったんですよ。サウナ連れてこうとしたのにダンコ行きたいみたいな。そう、でもそれぐらいサウナも行ってたし、ヨガとかも行ったし、もうそれ本当に体力をつけないと、毎日出勤とか厳しくて、まだ若いからまだ大丈夫だと思うけど、体調管理と自分のメンタルの保ち方で結構多分体調と精神的なものってイコールだと思うから、そこを安定させると、これ多分すごい売れてる子の悩みでお客様もいるようになると、休むっていうことが今度自分の中でストレスになるっていうね。ゆっくりしなよって周りから言われても、ああ今日行けたらお客様とは水がね。売り上げと指名本数と場内と同伴が全部1番だったんですよ。すごい。だったんですけど、フィーバックは1、2、3どれにも入れなかったんです。新規のお客様にお店来てもらうということが前よりちょっと少なくなってるんじゃないかな。初めてのお客様でまだ私のこと知らないし、相手も私のこと知らない状態で来てもらわないと難しくて、でも周りの子はやっぱり新しい子も多くて、指名をつかむのが上手な子もいるからちょっとしょんぼりしてました。悩んでるの？でもこれでもね、この間もちょっと話して言ったんですよ。なんかすごい売り上げ見ても指名本数を見てもすごい多いのに、なんかちょっと憂鬱な顔してて、何悩んでるのって言ったんですよ。で、フリーついてるのってその時聞いたんですよ、フリーのお客様。そしたらあんまりついてないって言ってて、それだよ絶対3組はついた方がいいよっていう話まではして、どんなに指名のお客様で自分がかぶっててもやっぱり毎日毎日の出会いが大切だから、自分のお客様もいるし売り上げも高くなってきたから、なんで来てくれないになっちゃうんだけど、多分もともとはいっぱいついて来てくれたら嬉しいっていうスタンスだったと思う。嬉しい。それだからやっぱすぐどんなに売れたとしてもフリーついたからすぐ来てくれるっていう考えはちょっと違うかも。売れてる売れてない関係なしにその席が楽しかったら来てくれると思うから、そこはやっぱり初心の気持ちを忘れず、悩まなくていいと思う。
ちなみにティアラのポーチをくれたのはきょうちゃんです。あ、今日ないよ次3つもくれました。3つそう今日もエミリーさんありがとうございました本当に。いえ今日も元気に頑張りま1回目の時ぶり、半年ぶりぐらいにかわいい。あれから声がちょっと今日は酒焼けだそうです。でもこの声になってもう 2,3 ヶ月経ちます。あ、嘘、毎日酒焼け。声治んなくなりました。でもあれから半年経って本当にすごい頑張ってこんなに順調に売れるかもすごいなみたいなぐらい順調なエマちゃんなんですけど、今日もちょっとお悩みがあれば聞こうかなって。でも多分あの時に相談したこととそんなに変わってないんですけど、相手に LINE が苦手、連絡の取り方が苦手です。本当？じゃあ今なんでどうやって連絡取ってるの？これは合ってんのか正しいのか分かんなくって、それが普通に来てとは絶対言わないんで、これにたわいのない会話続いてて、そのおかげで今日エマちゃんからたまたま連絡来たから今日来たよとかそんな感じなんで、それが正しいのかどうなのかなっていう。でもそれが大正解じゃない？エマちゃんのそれで結果がついてるわけだし、お客様も来てくれるし、こうやっぱキャラもあるし、人によって違うんだけどしっくりこない。なんで来てくれてるんだろうっていう状態。そうです。そうでもそれが一番いいと思う。連絡週7出てるのが分かってるから、連絡なしで来て、この子も週7あれでしょ、セナちゃんを背中に対抗してます。今もう60何連勤フルで出てます。ライバルっていない方が幸せって思う人仕事してて多いと思うんだけど、やっぱりそのライバルとか自分が負けたくないっていう思いがいる人の環境ってすごいいいと思うから、2人によく話すのがたまに内心ちょっと負けてうわーとか思ったりね、それがいいからだけどせなちゃんのこと超大好きで尊敬するから、全然毎日インスタの出勤メンバーあれ確認して藤沢さなって名前見ているんかい今日もでもエマちゃんのその LINE っていうのも本当問題ない気がするけど、一番こうなんで来てくれたかわからないけど来てくれるっていう状況が一番いいと思ってて、もういきなり「エマさんご指名です」って言われたら「ああ」みたいな、そう連絡してないじゃんみたいな。そう、でもそれってやっぱり自分がもうお店にいるっていうことが全体であるわけだし、お客様も楽しいからじゃあエマちゃんとこ行こうっていう流れだし、エミリーさんにあの時言われた、最初の3ヶ月は楽しんでその売り上げとかノルマとか一切気にしなくていいよ一番大事にしてるんで、嬉しい。なんかもう今でも楽しむっていう、そう楽しむ、頑張るっていうか今日も楽しむ難しいんだけど、それが一番。私もそういう質問インスタから来た時も同じ言葉で返してただ一個気になるのが同伴がちょっとやっぱ少ないっていう、9月10月のその表彰、同伴だけやっぱもらえなかったんでそこは考えた方がいいかもしれない。そこなんでだと思う。でも今それで早め出勤に帰るっていう、で今もう8時半に絶対出勤にしてるんで、もう本当にそうやっぱり同伴するお客様だとご飯食べてから来てくれるから、夜中とかにイエーイって飲んでるお客様にご飯明日7時から行こうって言ってもちょっとね難しいと思うから、そういう普段からそういう生活のお客様とちゃんと出会ってご飯行ってもしよかったらお店来てもらうっていう流れが一番同伴しやすいから、そこに自分がいないといけないから、バッチリじゃない？ちゃんと分かってるし。でもそれもすぐ成果が出るわけじゃないから、ちょっと諦めないで頑張ってほしい。今絶賛ちょっとそれに食らってきてます。あと同伴外でしたらお客様と外でご飯して話すから、多分もっと深い関係になる、いろいろ相談してますから、そこで本当の意味でこう人間的に応援してくれるお客様に出会えたりとかするかもしれない。もう負けず嫌いが激しいんで2月まで2月までやります。ちょっとすごいなんかやりたいねでも本当に目の前にせなちゃんがいるのが本当に強い。呼ぶせなちゃんせなちゃんいたせなちゃんいた。でも本当に強い。いいよね、同じこと思ってると思う。もう一個SNS どうしたらいいですか？ SNS 頑張るのがすごい苦手で、何写真上げていいか分かんなくて、ストーリー確かに超ストーリーエマちゃんストーリー見ていい？ちょっとチェックしよう。エマちゃんねやだストーリー
ーだけかも。なんで？かわいい。この写真とかめっちゃかわいいんですよ。もうお気に入りすぎてエマちゃんにいいね押されてる。でもお店のことがいいんじゃないやっぱり。お店の今日のこれ自撮りとか。バリバリバイクとか上げてもいいんですか？全然好きなこととか。でもやっぱりキャバ嬢のアマのエマって今やってるからちょっとブレない方がいいかなとは思う。なんかここでそれを決めたくてどのくらいの頻度で上げるとかって今ここで約束したら頑張れるかな。かわいい。約束しよう。約束しよう。どのくらいの頻度で上げたらいいですか？ストーリーはしてるでしょ。ストーリーはストーリー大事。ピンと押して。その感覚でいいと思う。出勤しましたって。ストーリーはさ、こう軽く載せれるからってこと？そうね。でも全部可愛いからこのまま投稿載せたらいいんじゃない？ドレス姿ってエマちゃんからしたら普通かもしれないけど、一般の普通の人からしたらドレスの姿ってあんまり見れないから。そう。それをいっぱい載せてったらこれめっちゃいいと思う。私女の子も今やっぱりインスタ見てキャバ嬢の子ってこんな可愛い子いるんだって見てくれる時代になってけど、女の子受けもするだろうし。45に入るまでもともと3月で2000人くらいフォロワーが今5700人に伸びて、しかも DM がめっちゃ来るようになったんですよ。そのうちの9割が全部女性です。ね、すごい嬉しくない？応援メッセージとか。そう、嬉しいでしょ。超嬉しいよね。1週間に2回。2、3回かな。まだ2回はいいんじゃない？今全然更新されてない見たらいつから更新してないんだろう。週2回。週2回頑張るそうです。頑張ります。チェックします。見ててください。楽しみ。前回から半年経ってなんか悩みが変わらないっていうのも可愛い。悩み事前に聞いてなかったんですけど、なんかそれもすごい嬉しかったし、いい意味でやっぱ初心の気持ちもあったりとか、でも新しく同伴も頑張ってみたいとか、その前向きな気持ちもあったりとか、応援したくなりますよね。これはなんか気合の高さだそうですね。ハートアップの高さをね、頑張ると自然と応援するよって言ってもらえると思うからね、このままのペースでエマちゃんらしく可愛い元気に酒飲んですごいね、体調だけ気をつけてはいね。今日はエマちゃんとセナちゃんのお悩み相談ということだったんですけど、どうでしたか？こう事前に質問を聞いてなくて今日その場で聞いたので、何を質問してくるのかなってちょっと思ったんですけど、ちょっと普段から結構話してるのもあって、なんかやっぱりこう自分の中ですごいわかるって思うことといっぱいあったので、参考になるかわからないんですけど、夜お仕事されてる方とか普段お仕事してる方にもちょっとでも参考になればいいなと思います。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またね。